皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は千葉県の東金というところにやってまいりました。東に金と書いて東金と読む、そんなところなんですが、位置でいうと千葉県のほぼ中央部、ちょっと東寄りといったところですね。はい、その東金にですね、千葉県屈指の縁結び祈願ができるところがあるということで、今日はね、横浜から車でやってまいりました。で、実は台風の影響で今日ものすごくね、風が強いんですよね。もう台風は行ってしまったので雨の心配とかはなさそうなんですが、時折すごい風が吹きますので、ちょっとねお聞きづらい点ですとか、あと私の髪がすごい乱れるとかね、そういった部分があるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。はい、もうお天気ね、次第に回復してきておりますので、楽しい参拝ができるんじゃないかなと思います。はい、それでは、これからね、その縁結びのパワースポットに行きたいと思います。はい、赤い大きな鳥居が見えてきました。そしてその横にですね、すごく大きな看板があるんですが、坂東不動霊場特別札所寛永山千葉厄除け不動尊と書いてあります。はい、そうなんです。縁結びのお社があるんですけれども、実はこちらの厄除け不動尊の境内に鎮座しているんですね。ではこちらの鳥居を進んでいきまして、境内の方にお邪魔していきたいと思います。それにしても大きな鳥居ですね。寛永山という額がかかっていて、この鳥居、珍しい形ですよね。山王鳥居ですね。私も久しぶりに拝見しました。それではこちらくぐりますとですね、失礼いたします。まずすごい駐車場です。さすが千葉県ですね。うわー、はい、駐車場のところに看板があるんですが、こちらの看板を見ると、ここにはどれだけの神様が祀られているかということがわかるんですね。まず厄除け不動尊なんですが、交通安全、学業天神、安産子宝祈願ができるところですね。あとこちら縁結び大社ですね。そして子安地蔵尊、人形千手観音、千葉棘抜地蔵、ご利益巡りなんていうのもできるんですね。あとはもう墓所ですとか、総裁所、ペット霊園もあるんですね。はい、ずらりと、これだけ境内にあるということで、どこから参っていけばいいのかなという感じですね。はい、とにかく進んでまいりましょう。ここには交通安全の不動明をですね、作られています。はい、ここには上総の国、下総の国、国境の日という石碑があります。はい、この位置がまさにね、上総の国と下総の国の境目の土地ということなんですね。はい、それではこちらの鳥居もくぐってまいります。失礼いたします。厄除け不動尊、もうね、不動尊なんですけれどもね、鳥居をくぐっていくっていうのがなんだかちょっと不思議な感じがします。こちらにはペット霊園がありますね。すごい、はとバスツアーも来るんだ。団体さんでいらっしゃるんですね。はい、北中門でしょうか。はい、それでは失礼いたします。はい、ここからぐっと境内らしくなりました。こちらに境内のマップがありますが、すごいな、すごい、
現在地こちらですね。こっちから入ってきました。駐車場がこっちだったのでね。で、ここから入ってきまして、ここがご本堂ですね。いわゆるごま堂と書いてあります。すごい。そしてもちろんご本堂もご紹介したいんですが、どこだ、そう今日はね、この縁結び大社、こちらの方もねしっかりご祈願したいなと思っているんです。それでは参りましょう。今日はねこういうお天気なので人も少ないですね。逆にちょっとねゆっくり参拝させていただけそうで、撮影の方もねあんまりお邪魔にならなくていいかもです。こちらにまず手水舎がありますね。おそらくねそれぞれのお社のところで、お清めの場所はあると思うんですが、こちらでお清めしてまいります。千葉県厄除不動尊3号は寛永山妙泉寺。鎌倉時代中期に開山された寺院で、修行と教学、信仰の山として長い歴史を刻んできました。現在では関東厄除三不動の一つと数えられ、初詣には毎年60万人以上が参拝に訪れます。厄除け、厄払い、法医除け、八方除け、病気平癒や交通安全、車のお払いなど、人生におけるすべてのご祈願ができる祈願寺です。こちらが縁結び大社の鳥居。後ほどご紹介いたしますので、まずはご本堂のごま堂へ。ごま堂はおごま祈祷を行う中心的御堂です。鎌倉中期筑前太宰府の妙泉法院により開山された天台宗の寺院で、御堂内にはご本尊不動明王をはじめ観世音菩薩、仏法を守護する四天王が祀られています。人間の苦悩を炎で焼き尽くすおごま祈祷も毎日行われています。大日如来様の化身ともされ、現世で願い事を叶えてくださるという不動明王。怖い憤怒の相をしておられますが、これは人々の心の弱い部分、悪い部分に向けており、背負われている炎は私たちをお救いくださるために燃える不動明王様のお姿を表しているとされています。ご本堂内は撮影禁止ですので、お姿をお見せすることはできませんが、ごま祈祷以外の時間でしたらご本堂に上がることができます。この日はご本堂の外から参拝させていただきました。はい、厄除不動尊お参りさせていただきました。はい、それではですね、境内の縁結び大社、こちらの方をねお参りしに行きたいと思います。この赤い鳥居のところですね。はい、でこちらがね縁結び大社の鳥居なんですが、このように鯉の願掛け巡りの順路っていうのがあるんですね。鳥居をくぐり、まずこのように悪縁を切る、そういった順番で最終的に願いが叶う、そういった参拝の順路があるようですので、これにのっとって進んでまいりたいと思います。それでは失礼いたします。まず一番として鳥居をくぐる。まずこちらですね。
すごい赤い廊下があって、こちらはね一番最後にお参りするところなんですが、まずはこの2番の吉祥天、こちらへのお参りになります。悪運は運気を下げ、良縁を遠ざけます。吉祥天に悪縁切りのお参りをします。赤い鳥居をくぐって進んでいくと正面に御社殿、そのそばには悪縁切りの割り札。この札に名前と年齢を書いて思い切り割って奉納します。こちらには木造の吉祥天様が鎮座されています。福の女神とされる吉祥天様は悪縁も切ってくださるんですね。はい、3番目にお参りするのが縁の灯火。こちらですね。なるほど、大国主の御事が祀られているということです。大国主の御事といえば縁結びの神様ですね。御社殿の上には白いしめ縄も見えています。はい、大国主の御事にお参りさせていただきました。でですね、順路としてはこのお社の裏をねずっと通りますと、なんとここにはですね願い石という石があります。すごい素敵な石ですね。石がですね2つありまして、こっちが願い石ですね。そしてこちらが叶う石。2つの石がご覧ください。この鳥居の形、この鳥居の形はちょっとねパワーがありそうな鳥居ですよね。この鳥居は三柱鳥居と呼ばれるものと同じ形で、蚕の社と呼ばれる京都のこの島にます天照御霊神社が大変有名です。はい、ぐるっとお社の裏を回りまして戻ってきました。はい、で続いてはですね、すぐ横こちらですね。ここで今度は良縁開きの神にお参りします。こちらはですね、スサノオノミコトが祀られている、恋の願掛け巡り良縁開きの神様なんですね。スサノオノミコト。そしてこの良縁開きの神のお隣に縁運上昇の神、このお社はですね櫛灘姫の御事が祀られています。スサノオノミコトの奥様ですね。こちらとこちら夫婦神ということになりますね。まさに良縁の神様になりますね。櫛灘姫の御事が縁運を上昇してくださる神様ということです。続いては6番目です。こちら恋の願掛け巡り幸福の神様ということで、大山杭の神が祀られています。見てください、幸福のドラがありますね。願い事の後にドラを叩いて願掛けをするということのようです。ということで、まずは大山杭の神に参拝、そして幸福のドラを叩かせていただきました。ちょっと手加減してしまいました。もうちょっと思いっきり叩いて音を響かせてもよかったですね。続いて7番目の円満和合の神、こちらは道祖神が祀られています。こちらは夫婦神で仲良く寄り添っている石像があります。道祖神は夫婦円満から子孫繁栄の神とも言われています。縁結び願掛け巡り最後の神様はこちらですね。愛染明王神です。こちらにね進んでいくわけなんですが、手前には夫婦石も祀られています。
はい、それでは進んでまいります。素敵な廊下ですね。こう進むにつれて何かこう神様に近づいていっているという実感が湧くような、そんな廊下です。素敵ですね。でこのお堂内の撮影は禁止になっておりますので、ここからはねカメラを回さずお参りしてまいりたいと思います。縁結び大社本殿にあたる愛染堂、ここには愛染明王が祀られています。こちらは重要文化財に指定されている国立博物館の愛染明王座像。一つの顔と6本の腕を持つ一面6臂の姿が一般的で、赤い体、睨みつけるような目、全身で怒りを表しているようなお姿ですが、愛の仏とされています。悪縁を断ち切り、良縁を招いてくださる仏様です。お堂の前には願い札も用意されており、願いを書いてお納めするとごま祈祷をしてくださいます。またとっても可愛いカップルの絵柄の縁結び絵馬もありました。はい、これで縁結び願掛け巡りすべて回らせていただくことができました。ちゃんとね最初に悪運を断ち切ってから、それからね少しずつ良い縁にこう結びつけていく。そしてね最後は素晴らしい縁に恵まれるというね、そういったこう、ちゃんと順番を経るというかね、充実したこう流れで参拝させていただける、そんな縁結び巡りでした。でね、最後の愛染明王神、最近ね、愛染明王にお参りするという機会があまりありませんでしたので、とてもねお参りできて嬉しい気持ちになりました。これほど縁結びのあらゆる神様にお参りできるところは他にはありませんね。楽しいお参りになること間違いなしです。最後に愛染明王の御朱印も授かりました。素敵な歌も綴られていますね。境内には他にも天神様も祀られていました。良いご縁によって人生を幸せへと導いてくださる、そんな縁結び大社でした。はい、千葉厄除け不動尊縁結び大社、いかがでしたでしょうか。不動尊の境内の中に縁結びのお社があってね、赤い鳥居もあったりして、たくさんのね神様がお祭りされている、まさに仏教と神道がもう混在している、そういった境内でしたね。そしてねこの縁結びの願掛け巡り、私自身はもうこれからね恋愛に関するご縁は必要ないなと思ってはいるんですけれども、やはり人生は全てご縁次第だと思っておりますので、悪縁はね必要のないご縁というのはもうバサッと断ち切って、これからねやっぱり幸せにつながるような良いご縁に恵まれたらいいなという、そんな思いで参拝させていただくことができました。それにしましてもね、この千葉の東金というところ、今回初めて来ましたけれども、こんなにね素晴らしい不動尊があったんですね。そして縁結びのパワースポットということで、これもね何かのご縁かなって思います。本当にね楽しい参拝をさせていただくことができました。千葉厄除け不動尊のすぐ近くにあるこちら、かき氷が評判のカフェロビンソン。素朴な外観で一見カフェっぽくないのですが、かき氷ファンの間ではとっても有名なお店なんです。暑い季節は大混雑でなかなか入店も難しいので、暑さも落ち着いた頃ならということで伺うことができました。どこか懐かしさを感じる店内、落ち着いた雰囲気でゆっくりできそうです。メニューはこちら。本当にかき氷オンリーです。どれにしようか迷ってしまいますが、やっぱり千葉県といえば落花生。
ということで落花生のエスプーマをいただくことにしました。見てください、ふんわりエスプーマのクリームがたっぷり。ではいただきます。スプーンを入れた瞬間のふわふわ感、美味しそうです。落花生はもちろん千葉県産のものということです。さてさてお味ですが、何でもない感じの表情をしていますが、店員さんからも見える席だったのでちょっと恥ずかしくて表情を変えづらかったのですが、実は最初の一口目かなり衝撃的。落花生の風味が濃厚ですっごくミルキーでふわふわ、美味しくてびっくりしています。中は空洞になっていますが、それによってボリューム感が出て、ソースがかかっている氷の比率を増やし、最後まで美味しく食べられるよう工夫されているんです。ぎゅっと上から潰して盛り付けられるかき氷より、最後までふわふわ感が損なわれなくて、なるほどという感じ。最近美味しいかき氷を食べてなかったので、こんなにふわふわで、しかも落花生の美味しさも楽しめる千葉県ならではのかき氷をいただけて嬉しかったです。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。